こんにちは、ハールです。今回は小花と蝶々のブレスレットをご紹介します。定番の小花模様と蝶々を組み合わせて春らしいブレスレットを作ります。蝶々に見えないって？まあいいじゃないですか。小花模様は少しコツがいりますが、それ以外は割と簡単に作れると思います。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。マルショービーズ68個、丸大ビーズ A56 個、丸大ビーズ B7 個、パールビーズ 3mm14 個、パールビーズ 4mm14 個、テグス2号120センチ、丸缶 1×6mm2 個、カニ缶1個、アジャスター1個。まずテグスにマルショービーズを8個通します。そして8個すべてのビーズの中で左右のテグスを交差させます。このような形になったら、片方のテグスを一番端のビーズに通します。これが金ぐるいを取り付けるループになります。次にお花を作ります。丸大ビーズ A1 つで左右のテグスを交差させます。左右のテグスに A を2つずつ通します。テグスを束ねて丸大ビーズ B1 つに通します。そして右のテグスを右側の A2 つに下から上に向かって通します。左のテグスも同様に左側の A2 つに下から上に向かって通します。そうするとこんな風に丸大ビーズ B がひっくり返ったような形になります。そして新たな A1 つでテグスを交差させます。これでお花が1つ出来上がりました。次はマルショービーズ1つでテグスを交差させます。左右のテグスにマルショービーズを1つずつ通して新たなマルショービーズ1つで交差します。
次に蝶々を作ります。左右のテグスに3ミリパール、4ミリパールの順にそれぞれ通します。そして丸小ビーズ1つでテグスを交差させます。これで蝶々が出来上がりました。次は左右のテグスに丸小ビーズを1つずつ通して、新たな丸小ビーズ1つで交差します。ここから一番上までがワンセットになります。あとは手首のサイズになるまでこれを繰り返していきます。丸大ビーズ1つでテグスを交差して、左右のテグスに A を2つずつ通して、束ねたテグスを B に通して、左右のテグスでそれぞれ両側の2つの A を拾います。そして新たな A 一つでテグスを交差させます。丸小ビーズ一つでテグスを交差して、左右のテグスに丸小ビーズを一つずつ通して、新たな丸小ビーズ一つで交差します。左右のテグスにそれぞれ3ミリパール、4ミリパールの順にビーズを通して、丸小ビーズ一つで交差します。左右のテグスに丸小ビーズを一つずつ通したら、新たな丸小ビーズ一つで交差します。これで7セット目の蝶のパートまで出来上がったところです。ここに金ぐるいを通すループを作ります。片方のテグスに丸小ビーズを7個通します。そしてそのテグスを今もう片方のテグスが出ているビーズに通します。さらにそのテグスを先ほど足した7個の丸小ビーズにもう一度通します。こうしてループに二重にテグスを通しておけば、負荷がかかってテグスが切れてしまったり、丸カンが抜け落ちてしまうことを防ぐことができます。両方のテグスが出会ったところでテグスを2回結びます。1回目は緩めに、2回目はしっかり結ぶとやりやすいですよ。片方のテグスをこの蝶々のすぐ隣にあるビーズに通します。テグスをぐっと引っ張って結び目を隠します。隠れなかったら無理に引っ張らなくてもいいですよ。余ったテグスをビーズにいくつか通してからカットします。この2つ目の蝶々の部分まで通しておけば安心だと思います。
お花のところは真ん中は通さずに、外側の花びらの部分だけ通しておけば OK です。ここまで通せたらテグスをカットします。もう片方のテグスも同じように処理したら、ブレスレット本体の出来上がりです。金ぐるいを取り付けます。丸カンを開いて、ブレスレットの上の方のループにカニカンを取り付けます。上か下かは蝶々の向きで判断してくださいね。丸カンを閉じます。もう片方のループにはアジャスターを取り付けます。これで小花と蝶のブレスレットの完成です。どうでしょう、定番の小花模様にパールの蝶々が加わることで、なんだか少し上品さが増したような感じになりますよね。これだったら年齢を問わずにつけられるのではないでしょうか。こちらはお花をブルー系にして、蝶々をそろばん型のガラスカットビーズで作ってみました。そろばん型のビーズで作ると、より蝶々らしいシルエットになりますよね。こちらも丸大ビーズとの相性抜群です。これからの季節につけたら気分も上がりそうなブレスレットですので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。